今日は声と体の関係についてお話ししていきたいと思います。今日はゲストに体微調律インストラクターでもあり、ボイスコンディショニングを教えていらっしゃる平井亜美先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私もね、やっぱり体についてね、いろいろ教えてるんですけど、声ってやっぱり体から出るものだから、体が楽器なわけですよね。だからやっぱり体を整えると声のね、出方とか響き方とかがね、違うっていうのは、なんとなく想像はついていたわけですけど、結局その声も変わるけれども、それによってやっぱり健康になったり、美容にね、関係していたりだとか、それからお仕事に関してもね、やっぱり変わっていっていい点がね、あるっていうところを、亜美先生からね、いろいろお話伺ったので、今日はね、皆さんにもシェアしていきたいと思います。で、まず、一般の方って声のお悩みって私が想像すると、例えば年齢で加齢で声が出にくくなった、いわゆる声枯れみたいなのとか、あとはあれですよね。多分話してると何言ってるか聞き取れないみたいな滑舌が悪いとかね。なんかそういうのを思い浮かべるんですけど、あと今ね、オンラインがやっぱり主流になってきてるので、オンラインでお話ししてると、なんかちょっと聞き取りにくいって言われるとかね、なんかそういうのを想像するんですけど、一般の方のそういう声のお悩みってどういうものが多くって、で、その体を整えるとどういう風に変わるっていう例をちょっと教えていただきたいんですけど。はい。ですね、一番多いのが、やっぱり年々声が低音化してきて、今までみたいに楽に喋れなくなった。で、1時間というかね、例えば歌だと1曲歌っただけで声が枯れちゃう。あとは、お友達と電話してたりとか、人とね、話したり、カラオケで1曲歌っただけで、なんかガラガラ、でいつもと違う、若い頃と違う、どうしちゃったのっていうところで、何がおかしいんだろうかっていうのが結構多いです。はい。あとは実際に、歌っていくとね、よくわかるんですけど、長いフレーズを歌った時に、最後まで歌いきれない。なんかゼーゼーして、なんか呼吸が浅い、っていう声も多いですし、あとはこういったマスク生活で、なかなか表情豊かに人と話したりする機会も減ってくると、声を出さない、ね、くなってしまうので、なんかね、息切れ苦しい、で、うつうつしちゃうっていうね。で、なんかストレス発散じゃないですけども、声を出したい、っていうね、声が多いです。そうですよね。マスクしてるからこの辺動かさないですもんね。そうするとやっぱりお顔の表情もね、だんだんね、固まってきますもんね。一般の方って、じゃあレッスン、どういうレッスンをされますか？体も整えるけど、その発声の練習とかをされるってことですか？そうですね。大きく分けて私はね、ボイスコンディショニングっていう、呼吸と声の調整レッスン。あとは、もう一つが歌唱のレッスンをやって、そっちは実際に歌ったり話したりしていくレッスンなんですけれども、一般の方だと、やっぱりね、最初はストレス発散したいとか、歌が今まですごく好きで、ちょっと本格的に、自分らしく楽しく歌えるようになってみたいっていうのはきっかけで来る方が多いんですけれども、まずやっぱり楽器としてね、体が、ほぐれた状態を作ってから歌に持っていくようなね、流れのレッスンをしてます。そうするとあれですよね。もちろん声のためにやってみたんだけど、実は全然思ってなかったところにいい意味で、なんか健康になったとか、なんかこういうのが変わったとかっていう例は何かありますか？皆さん。あります。定期的にやっぱり発声をしていくことで、表情が豊かになって、周りの人とかご主人に、最近笑顔がいいねとか、褒めてもらったとか、やっぱ変化が出てくると楽しくて、なんか生活の中にも潤いが出てきただったりとか、人と話すときも、今まで声が、なんかある意味不安要素になってる。私の声あんまり良くないかもとか、なんかすぐ聞き返されてっていうのが減ってくることで、話すことが
楽しく、うんうん人に会ったりとか話すことが楽しく感じられて、潤いがっていうところが一つ。で、あとは、実はね、歌うと、一曲熱唱すると、パン一斤分のカロリー消費する。もう、それはいいですね。うんパン一斤ですよ。一斤じゃない、一枚。びっくりした。一枚ね。それすごい。びっくりしたみたいな。激しい運動とかね、辛い運動なしで、楽しく歌ってるだけなのにカロリー消費できるし、その分、有酸素運動なので、酸素回るので、ポカポカ、冷え性が改善されたとか、お通じが良くなった。それもいいですよね。そんな感じのね、ところから始まってですね。で、なんか営業とか人前で喋るお仕事の方とかは、交渉がうまくいったとか、いいですね。なんか話題が弾むようになって、人付き合いがね、うまくいくようになったとか。はい。なるほど、なるほど。まあね、一般の方もね、いろいろな、声もそうだけど、アミ先生、体のね、ケアも、最初微調律のレッスンを入れてくださったりしてるので、多分知らない間に姿勢が良くなってるとかね、多分むくみが改善してるっていう方とかもね、いらっしゃると思うんですけど、あとはちょっと気になるのが、声を職業にされてる方、例えばその講師業の方とか、ね、人前に立ってお話しする方とかね、いらっしゃると思うんですけれども、私いつも微調律で、そういうね、方が来た時は、やっぱり姿勢のことを皆さん気にされ、人前にね、立つから、姿勢のことをやっぱり気にされて、こう固まっちゃってる方が結構多くって、それで、かえって腰痛になったりとかね、不調をね、やっぱり引き起こしてしまってる方が多いので、私はそういう方に対しては、その姿勢とかっていう面から、緩めて整えると、自然とね、無理なく姿勢が良くなりますよっていうところを教えてたりするんですけど、話すのでね、やっぱり声はすごく関係があると思うので、声のこともやってみたいですって方はもちろんアミ先生を紹介してるんですけど、そういう声を職業として喋ることが職業の方とかは、どういうお悩みがあって、どういうふうに改善されてますか？はい。やっぱりね、このマスク生活で、講義とか人前でのセミナーもマスクでやるっていう方も増えてきている。で、そうすると、本当喋りづらい中で、もごもごせずに喋るってなんか難しいんですけれども、どうしてもね、声を鳴らす場所が、マスクうんぬんで、喉に落ちてくると、喉声とかダミ声になっちゃって、ますます聞こえない。ね。で、何言ってるんですかとか言われたりすると、自分も凹むわけです。そうですね。で、印象も悪いし、あの人、なんか、自信ないのかなとか、そういった印象ね、マイナス印象になってしまうので、印象改善ね、したい。あとは人に伝わる喋り方につなげたいって方が多いですね。はい。で、やっぱりね、なんか気持ちがあれば声は出るってよく言うじゃないですか。魂込めれば声は出るみたいな。よく言うんですけども、それだけではやっぱいい声は出なくて、知らないうちに固めてしまってる体とか、ね、それが原因で呼吸が浅くなっている。で、そこでなんか無理やり声を出そうとしても、なんか硬い声だったり、で、もやもやした声になってしまうので、やっぱ体からほぐしてあげる。呼吸深くしてあげてっていうところで、なんか全然声を頑張って張って出してるわけじゃないのに、出てるっていうね、喋りやすいっていう、はい、そういった変化を、はい、ですよね。なんかちょっと前までは多分、やり方、ハウトゥーですよね。こうしたら声が出るとか、この練習をしたらこうなるっていうのがね、だいぶ出てたと思うんですけど、どっちかっていうとそういうやり方をもちろんそれがダメなわけではなくて、助けにはなると思いますけど、その前に多分体を整えておくと、勝手にそうなるので、ハウトゥーよりも実はね、体整えちゃう方が早かったりとかね、すると思うんですよね。で、あとはあれですよね。もう歌ですよね。声の職業といったら歌手の方とかね。やっぱボイストレーニングっていうと私のイメージだとやっぱりなんかトレーニングだから、やり方をすごい教わるイメージがね、
すごくあると思うんですけど、そこをやっぱ亜美先生は普通のね、そういうボイストレーナーの方とはちょっと違って、もちろんやり方とかもね、教えてくださいますけど、でもその体を整えるっていうことで、そもそものところからアプローチするっていうね、今までにはない方法で、教えていらっしゃるので、そう歌手の方とか歌とかをこう仕事にされてる方は、どんなお悩みとか、どういう改善例とかがありますか？はい。やっぱりこうステージでよく見られたいだったり、こうかっこよく歌いたいとかね、こううまく歌いたいとするとどうしても力んでしまって、普段の練習と同じように歌えなかったとかね、こうステージになるとヒールを履いて、ね、踊ったりなんだりして、なんかもうやたら疲れて終わったとかね、ピッチがその日の、なんでしょうね、その日によって出る声が違う。今日ラッキーだったら、ね、いいパフォーマンスできるけど、そうじゃない日は、なんか、全然パフォーマンスね、うまくいかなかったって、こう波にこう左右されたくないっていう方がやっぱり多いですね。なるほど。で、やっぱり、体を自分でね、調整する、整える方法を知っていると、ステージ前とか、こう緊急時に対処できるっていうのと、それ一つ安心素材にもなりますし、はい。呼吸を整えることで、こうより自分らしい、いつものようなパフォーマンス、を見てもらえるっていった点で、やっぱりこう、滑舌練習とかスケール練習だけではなくて、こう固まった体でそれをいくらやっても、こう時間とお金のですよね。競争がこうね、遠回りになってしまうってところがあるので、体からほぐしていくと早いっていうね。はい。なんかね、体微調節のレッスン、以前やっぱ演奏家の方もね、結構いらしてくださってたんですよ。で、そのやっぱ演奏する方たちも、体を緩めて整えると、全然音の響き方がね、やっぱ違うっていうのと、あと姿勢もやっぱり無理してこうね、姿勢よくしなくていいので、体の疲れる感じとかもね、全然違うとおっしゃってたんですけど、歌だってね、立ってる時の姿勢一つでね、だいぶ違うと思うので、ね、なんか本当はね、そんなにね、頑張んなくてもいいんですよとかね、呼吸の方法とかもね、実はね、結構私はね、お伝えしたい部分がね、いっぱいあるので、今回はね、歌とかね、声をお仕事にしてる方とか、一般の方はね、どういうふうに声と体って関係がありますかっていうお話を聞いたんですけど、次回はですね、ちょっといろいろね、呼吸とかレッスンとかね、もうちょっと詳しいお話について伺っていきたいと思います。で、チャンネル登録ぜひお願いします。あと参考になったりいいなと思ったらぜひこのね、グッドボタン押してください。質問があったらぜひね、コメント欄に書いてください。ではでは。